はい、映画シトバレットの、一人ぼっちの狂気を見に行ってきましたので、その紹介を、したいと思っております。はじめに、言っときたいと思うんですけれども、この映画は、見る人を、選ぶ作品でして、シドバレットって誰っていう人は、多分、見てもあんまりわからないんじゃないかなというふうに思ってます。で、逆にシドバレットが大好きっていう人は、必ず見た方がいい。そんな作品になっていくと。そういう、非常に観客を選ぶ、ニッチな、映画ではあります。で、なんでシドバレットが大好きっていう人は必ず見た方がいいかと言いますとですね、この映画ほど、このシドのパーソナリティに焦点を当てた、映像作品っていうのはなかったんですね。今までいまいちわからなかったシドバレットの凄さを僕はこの作品で、初めて知った、気がします。ただ、シドバレットは誰っていう人も、この動画をきっかけに、映画を見に行くことになったら非常に嬉しく思いますので、そこのところは、よろしくお願いいたします。で、シドバレットって今の若い、人たちはですね、どのくらい知ってるかわからないんですけれども、僕が、見に行った映画館はですね、9割近くがですね、60歳オーバーの、男性でしてですね、20代ぐらいの人はほとんどいなかったかなというふうに思ってます。そのくらい今の若い世代には、シドバレットの魅力っていうのは伝わっていないのかなと思ってます。僕もリアルタイム世代ではないんですけども、シドバレットのファンの一人としてですね、このまま忘れ去られる存在になってしまうのはですね、非常に寂しいと思いますので、一人でもこの映画を見たいと思う人がいたらいいなというふうに思っております。では、この映画の紹介に移っていきたいと思います。で、そもそもシドバレットってどういう人なのかっていうのをちょっとご説明、したいと思うんですけれども、シドバレットっていうのはですね、その卓越した音楽センスからですね、初期ピンク・フロイドの、リーダーとして、ほとんどの楽曲の作詞作曲を手掛けてですね、リードボーカルと、ギターを担当していたと。ある意味、初期のピンク・フロイドは、シドのワンマンバンドで、後に世界的バンドになったピンク・フロイドの音楽性とは、全く違う輝きを持っていたバンドでした。そしてデビッド・ボーイとか、マーク・ボランとか、様々な、一流アーティストに、影響を与えてきたという感じで、伝説のミュージシャンの一人と言われています。で、シドバレットが、ピンク・フロイド時代に唯一残したファーストアルバムですね。The Piper at the Gates of Dawn は、すごく傑作、のアルバムですね。60年代のサイケデリックロックが好きな人は、この作品を大抵、好きなんじゃないかなというふうに思ってます。で、僕は個人的に、サイケデリックのロックの名盤はですね、ビートルズのサージェント・ペパーと、ゾンビーズのオデッセイ&オラクル、ローリング・ストーンズのゼア・サタニスティック・マジェスティーズと、キンクスの、ビレッジ・グリーン、そしてこのピンク・フロイドのファーストだと、思っております。その中でも真にサイケデリックのロックアルバムっていうのは、この、ピンク・フロイドファーストなんですよ。それはですね、この作品を聴いていると、幻覚を見ているような、そんな感覚に陥るというか、ドラッグの追体験をしているような、正気じゃないような気持ちに、なってしまうんですよ。シドバレットのボーカルと、楽曲、歌詞、サウンドに包まれているとですね、彼の強烈な世界観をすごく感じるわけです。他の、名盤と言われる作品はですね、ドラッグをやって、ファンタジーの世界に迷い込んでいるっていう感じでして、不思議な世界観っていうのは味わえるんですけども、どこまでも正気を保っている感じがするんですね。音楽作品としては素晴らしいんですけども、真のサイケデリックロックではない、気がします。
で、一部例外としてですね、ビートルズのジョンの作品は、シド・バレットに通じるサイケデリック感、正気じゃない感っていうのは、すごく感じるんですけど、そんなわけで、ある意味、ビートルズの、最高傑作の、サージェント・ペーパーを超えたアルバムを作った、シド・バレットという存在の凄さの一端をちょっとお分かりになったかなというふうに思ってます。で、シド自身はですね、そのピンク・ロイドのファーストを作ってからですね、ほどなくして、過度のドラッグ摂取のため、音楽活動がままならなくなってですね、バンドを脱退してですね、その後、70年代に入ってですね、2枚のソロアルバムを、リリースした後、完全に隠遁生活に入って、精神も、ひどく病んでしまってですね、それから二度とアーティストとして、表舞台に出ることはなくなってしまうと。そんな悲劇的な、晩年を過ごすという感じなんですね。この映画もその、悲劇を丁寧に追ってはいるんですけれども、僕としてはそこは今まで知ってたことですし、シド・バレットのその本質ではないというふうに思ってまして、この映画の前半部分、が、シド・バレットの若かりし頃で、ピンク・フロイド時代を、すごく、友人たちのインタビューを通してですね、迫っているので、そこが、この映画の要かなというふうに思ってます。で、その中身についてはちょっと次の動画でご説明できればなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい。以上でございます。ありがとうございました。